ボラカイアイランドホッピング&パーティーボートツアー。ようこそ楽園ボラカイへ。今日はこの島の最強アクティビティアイランドホッピングツアーとぶち上がり必至のパーティーボートに挑戦してみました。美しすぎる海、絶景スポット、そして夕暮れを楽しんだ後は音楽とダンスで完全燃焼。ボラカイに来たならこれは絶対外せない。このビデオが次回のボラカイ旅行の役に立ちますように。さあ最高の一日へレッツゴー。皆さんこんにちは。二人旅暮らしのケンケンとヨッピーです。こちらはいろんな国や場所での Vlog をゆるくアップしているチャンネルになります。ボラカイ島への行き方やボラカイベストフード企画もやってるので、ぜひこの動画と合わせてみてくださいね。今後もボラカイに関する動画をたくさんアップする予定なので、いいねボタンはもちろんチャンネル登録ボタンのタップよろしくお願いします。それでは出発。おはようございます。おはよう。まあこれからアイランドホッピングに行くんですけど、8時半スタバ前集合ってことで、あと15分あと15分もある。スタバでコーヒー買ってから私のお兄ちゃんと合流していくとそうしましょう。今から船に乗り込むんだけど、ボラカイの海って綺麗すぎると思いませんか？実はこれ奇跡じゃなくて努力の賜物なんです。環境を守るために政府が観光に厳格なルールを設定してるんだよね。例えばハイランドホッピングは4時間以内っていう制限がついてたり、自然への負荷を抑えていつまでもこの美しさをキープするためのルールがあって、そのおかげで治安も良好です。だからアイランドホッピングでも変なぼったくりに遭うことはほぼないです。ちなみにアイランドホッピングの相場はだいたい600ペソから800ペソぐらい。クルックとか KKD でも予約できるけど、ビーチを歩いてるとツアーガイドがめっちゃ声かけてくるから、値段を聞いてみて高かったらさらっとスルー、または交渉もありです。旅の自由度を高めたいなら現地交渉もありかも。変なぼったくりもないから安心して自分に合ったツアーを選べるのもボラカイの良さ。さあそれじゃ最高のアイランドホッピングスタートしていきましょう。まだアイランドホッピング始まってないのに、もうなんかもうびしょびしょや。ちょっとみんな彼らなんであんな早いん全然。今から船乗り込みます。なんか手すりが人力なんだけど、当たり前ですがビーチホッピングなので服とか体とか濡れますので、濡れちゃいけないものはドライバッグに入れるとか、防水対応のカメラを持ってくるようにしてください。今船乗り込んだ。楽しみだ。行きまーす。アップルジュースもらいました。もらいました。嬉しい。大好きアップル。弱いねん。乾杯。Are you first time here in our boat? Are you first time in our island, Happy? Yeah. Alright, guys. So we are here now to assist all of you. If you have something question English, guys, just ask me. Now, because my English is under construction. ボラカイのホワイトビーチっていつ来ても波がなくて、こんな風に穏やかでまるでプールみたいなんだけど、これは実は地形のおかげで風や海流の影響を受けにくいからなんだよね。だから家族連れにも初心者にも最高のビーチなんだけど、この平和な海をちょっと離れると話が変わります。今回プカビーチを目指してアイランドホッピングに出発したんだけど、いざ進むと波がもうジェットコースター状態で、結果プカビーチにはたどり着けなくて、急遽バリンハイビーチというビーチに目的地が変更になっちゃいました。でもここで一つ超大事な情報があって、プカビーチって実はステーション2からトライシクルで20分ほど行けちゃうの。だから無理して船に乗らなくても OK だし、これを知ってれば予定変更してても悔しくないということで、うちらは後日トライシクルに乗ってプカビーチに行きました。怖いんだが。sabay na lang kayo. これちゃんと閉じてないねんけど、これ。やば。This is massive でもすごい映えてるよ。瞬間にべちゃ乗れねー。見てくださいこの海。砂が舞い上がってバスクリンみたいな状態。バスクリーンです。
気持ちいいね、雨の中。バリンハイビーチを後にして次はシュノーケリングポイントに来ました。ここからはどこまでも自由、どこまでもアクティブ。まずシュノーケルのゴーグルが有料100ペソです。だから現金は必須ですね。ないと顔を突っ込めば見えるけど、せっかくなら快適に潜りたいよねということで、このツアー本当にいい意味で管理が緩いんです。船の屋上からダイブするもいいし、シュノーケルで魚と遊ぶもよし、好きなように楽しめるスタイル。アクティブ派の人はここが天国です。逆に安全第一とかちゃんと管理されてる方が安心って人には正直おすすめしないかも。でも美しすぎる海、スリル、そして友達と大はしゃぎしたいならここは最高の遊び場だと思います。 It's better to like that. Like that. So bad. やばいね。でも見たよ。ヨガさん、上から飛んだの。Problem is the wind and the wave. That's so much. 楽しかった。自分で言ったけど、何も取れてない。あ、すごい。あんま近づか方がいいね。追いかくる。サリサリっと。サリサリっと。昨日のサリサリって。なんかザ・フィリピンって感じだね。何が？そうそう。これすっごいフィリピン。すっごいフィリピン。これがフィリピンです。うわ、子犬ちゃん。生まれたて。すごい子犬ちゃんだらけ。マングローブです。こちらがマングローブになります。はい、マングローブ突き抜けていきます。到着したのはカテクランの北端にあるタボンベイベイエリア。ここあんまり観光客は来ないんだけど、実はボラカイを支えるローカルの暮らしがギュッと詰まったエリアなんだよね。観光の裏側をちょっと覗けるのが面白いなと思いました。こういうサリサリというフィリピンの雑貨屋というかコンビニ屋さんみたいなのがあります。そう。お金なんか、お金なくても、オータンできるのよ、ここは。プータンクレジット私たち韓国人しか間違われないから。いや、アニホテルって言われて。で、なんか、スタバって、ホワイトネームとか、キムって書かれて、キムって書かれて。さっき着いたポートから4分ぐらい。4分どころじゃないと思うんだけど。どころじゃない。歩いて着きました。あ、で、しかもこれから、そう、さらに。トライシケル乗って、その昼食会場まで向かうんだけど、このトライシケルも、ツアー代込み。すごいよね。これトライシケルじゃなくない？ジップに行かない。
このサイドカーとバイクをこのなんかカメラ落としました今。こちらがチケットのついている食事エリアで。こちらはアイランドホッピングツアー専用の食堂で、地元の食材を使った超庶民派バイキング。600ペソのツアーにこのランチ付きとかコスパ最強だよね。でもここはローカルスタイルの場所だから、日本のビュッフェ感覚で来るとってなるかも。でもこれこそ旅って楽しめる人には最高。異国のリアルな日常に飛び込むって意外と楽しいんだよね。ボラカイのリゾートとはまた違う顔が見れるから、こういうのも全力で楽しんでこそ旅かなーってうちらは思ってます。美味しかったよね。でもここの海全然綺麗だよ。水自体はね、ゴミは浮いてるけど。Hello。はい、今ランチの島が終わり、この後最後の島に行くんですけど、ご飯食べて眠いな。次はクリスタルコーブアイランドに来たけど、すごい揺れる。波やばいよ。波やばいね。行ってみたかったからここ良かったね。Alright. Oh shit, oh no, oh my god. Our last destination, that is Crystal Cove Island. 信じられんぐらい揺れてるあの船。大丈夫？いやー、すごい眩しい。ここで払うんかな？じゃない？クリスタルコーブのカウンターがありまして、ここでお金を払います。1人300ペソ。300ペソだっけ？はい。Dali lang. Kasi na. Dito naman, bang may ticket na, mauna na. Salamat po. Sir, just... もらったチケットをここでスキャンします。OK。Thank you。で、中に入ると。とりあえず中で待てと。中で待つ。OK。まず、ここに入らないと何もできないって感じよね。あー、これ見た、YouTube で。涼しいやっぱなんか。うん、最高。気持ちいい。Welcome, Crystal Cove Island. この絵受ける。地下ボトルでこっちからカクテルになってるわ。最終目的地のクリスタルコーブ島についに到着したんだけど、今日のこの島めちゃくちゃ荒れてて、強風&荒波で洞窟が完全にアトラクション状態でした。普段はここまでハードじゃないらしいんだけど、今日はまるで映画みたい。波がゴーゴーうねって洞窟探検もスリル満点と、ここでアクシデントが発生して、ヨッピーのホテルサンダルが無事崩壊してしまいました。
クリスタルコーブでアクティブに動くなら頑丈な履物はマスト。ビーチサンダルもいいけどトレッキング寄りのサンダルがいいかも。でも風が強い日のこの島やばいくらいに絶景でした。荒々しい波に囲まれてまるで探検隊になった気分だし、いつものホワイトビーチとは違うボラカイの超ワイルドな一面が楽しめて超良かったです。おすすめだよ。すごいよ、この島は。こういうのはな、沖縄にもあるからね。今の撮ったからね。こういうのはな、沖縄にもあるからええねんって言ってるこの人。ひどいわ。でも、わかる。Siglipad! Cave 2 tayo! Ito tayo. 普通らしいわ。 Cave 2 tayo. なんかさ、お店によってマンゴージュースの味が全然違う。うまいこれ。ミルク多めだね。うん。最高。次お腹減ったかも。さっき何時ぐらい食べた？さっきそんなに食べてない量。うん、そう。なんかさ、あっち側の山すごい木とか生えてなくて楽しそうやねんけど。うん。あれ草原じゃない？草原？ああ。だけくらいの方に。ゼルダっぽい。うん。Christmas, enjoy your vacation here in Boracay. Thank you, thank you. すごいわ、この船。アイランドホッピング終わりました。めっちゃ楽しかった。いや、今からパーティーボートです。イエーイ。私は遊びをもちょっさてビーチホッピングして荒れ狂うクリスタルコーブで探検もして、次はぶち上げパーティーボートって、あれこの船デジャブ？実はこれアイランドホッピングと同じ運営会社で、しかも同じ船。まさかのただいま状態でスタッフにもまた来たのって驚かれました。でも内容は全然違くて、なんとアルコールが飲み放題。ただしサンミゲルとかじゃなくて謎のカクテル2種類。甘くて飲みやすいけどこれ確実にヤバいやつ。しかもこっちはシュノーケリング用品は無料レンタルなんだよね。さらにクリスタルカヤックとかもオプションで借りれるし、遊びの選択肢が広すぎて迷うレベルでした。でこの船自由度マックス、思いっきりはしゃぐもよし、デッキでのんびりチルするもよし。これクルージングじゃなくて、まあ海の上のクラブみたいな感じだったかな。音楽、お酒、絶景全部揃ってるとか反則でしょ。昼間は大冒険、夕方はぶち上げ。こんな贅沢ボラ会だからこそ、これを体験せずに帰るのマジでもったいない。気をつけて。今すごい、2人とも酔っ払ってて、ボートパーティーに来てます。すごい濡れてんだけど。来た、みんな。待ってたよ。えい。もう太陽沈みそう。綺麗だね。幸せ。
ごい光ってる。やっちゃん。 Did you enjoy it? Did you enjoy Of it? course, why not? 朝からアイランドホッピングでビーチ巡り、海に飛び込んでシュノーケリング、そんでまさかのパーティーボートで飲み放題、遊びすぎて体力の限界突破しました。でもやっぱボラカイってただ綺麗なだけじゃなくて遊び方の自由度が半端ない。のんびりチルもぶち上げも自分のスタイルで楽しめるのが最高なんだよね。次にここに来るときはまたどんな遊びしようかなって考えちゃうあたりもボラカイにハマっちゃってるんですけど、みんなだったらどんな楽しみ方するんでしょうか。コメントで教えてください。チャンネル登録といいねボタンもポチッとよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。一人旅暮らしでした。バイバイ。